はい、こんにちは、高弘です。今回は Photoshop を使ったロー現像のやり方を簡単に説明したいと思います。僕のメイン編集ソフトは Photoshop です。Lightroom もたまに使いますが、大体 Photoshop でできるので、Photoshop のみを使うことが多いです。やり方は自己流なので、良い方法なのかはわかりませんが、モノクロの写真の現像で押さえるべきポイントや考え方は参考になるかなと思います。とりあえずやってみるのを見せますので、それを見て参考になるかどうかは皆さんで判断してください。まず例として以前動画に出したこの写真を編集してみましょう。この写真は垂直を補正した後、上下を少しトリミングした状態です。ここからモノクロに変換していくのですが、その前に編集する画像のレイヤーを複製しておきます。コントロール J を押します。はい。これで複製が完了しました。これはPhotoshop の定石みたいなものですね。こうすることで元のオリジナル画像をいじることなく安心して編集を加えることができます。これをしてからモノクロ変換に入ります。モノクロ化する方法はいくつかありますが、僕はレイヤー、新規調整レイヤーの白黒で選択してモノクロ化します。はい、これでモノクロになりました。そして、さっき作った調整レイヤーを選択します。ここで、この部分、通常と書かれた部分をクリックします。これはブレンドモードとか描画モードと言われているやつで、今バーッと出てきましたね。比較案、乗算、焼き込みカラー、比較名、スクリーン、追い上げカラー、下にはオーバーレイヤー、ソフトライトといったものがあります。これを使って写真の明るさやコントラストを調整します。詳しい説明は省きますが、大体こうやってカーソルを動かしていくと、そのプレビュー画面が見れるので、どういう風に画像が変化するかわかるはずです。今回はコントラストを少し強めたいので、ソフトライトを選択します。で、このままだとちょっとコントラストが強いので、この右にある不透明度 100% を下げます。一気に 20% ぐらいまで下げてみましょう。23% ぐらいでいいですかね。これがビフォー。これがアフター。ビフォー、アフター。ちょっとだけ、黒が締まりましたよね。あとは画像をちょっと縮小して、全体を見ながら印象をチェックします。あと拡大してもチェックしてみます。はい、いい感じ。これでいいでしょう。この写真はこれで完成です。トーンカーブをいじることはありません。カメラローのハイライト、白レベル、黒レベルなどのスライダーを動かすこともありません。僕はブレンドモードが気に入っています。実はトーンカーブはたまに使うんですけど、でも基本はブレンドモードです。その理由の一つはさっき言ったように、まずプレビュー画面でどのような結果になるかがイメージしやすいということ。そしてもう一つは、後から編集画面を見直した時にどういうことをやったのかがすぐわかるということ。さらに同じ作業を再現するのが簡単ということです。トーンカーブだと、そのカーブのいじり方はすごくアナログ的で、その時その時で微妙に違いますよね。ブレンドモードでは、どの種類のモードを行ったか、そして強さ、これは不透明度ですね。どのぐらいの強さでやったかというのが編集画面ですぐにわかります。それをもう一度再現したいとなった時も簡単です。どっちかというと、後の理由の方が大きいです。今の場合はコントラストでしたけど、暗くしたい場合は乗算。明るくしたい場合はスクリーンや覆い焼きカラーを使います。
このように画像をレイヤーとして重ねる。で、重ねていって、一つの画像を作り上げるっていうのは Photoshop 的だなと思っています。次回以降は本格的なレタッチ動画に入ります。その時もこのブレンドモードを使うので、そこでまたおさらいしましょう。それではまた。